こんにちは。4G 初めから攻略パート27です。前回は混沌ゴマを攻略し G3 昇格を果たしました。今回は G3 クエストを攻略しつつ、体験用の装備更新を目指すよ。前回言ってたカイザー X 銅のバイカベースですね。楽しんでいきましょう。さあやっていこう。はじめはとりあえずキークへ消化しておくか。テオと来たら次はこれですね。クシャルです。なお、カイザー X の相方にはクシャナ X 腰が有名ですが、今回目標とする装備では使いません。カイザー X 銅と腕、キシャナ X 腰を合わせるものより一番強力なものを目指しているよ。その分、準備は大変だったが、まずはクシャル討伐に集中しようか。テオと同様、クシャルも砂漠に登場しますね。こちらは夜ですが。上位までは氷塊のイメージだったから、平坦なこっちの方がやりやすいね。流砂に目をつむればマップも広いですからね。竜巻を避けやすいのはありがたいです。さーて、じゃあ開幕種さんいただきますよっと。これ、位置大丈夫かな？なんか首に当たったように見えました。肉質は悪くないですが。クシャルはとにかく頭ひるみを取り続けるのが重要なので、頭以外を殴るのはあまり美味しくないですね。全体的に物理肉質は硬いけど、頭は柔らかいからな。基礎体力の低さもあってタフネスはないね。逆に常に頭が狙えるようじゃないと、飛ぶは風まとうまで大変だよ。この子に限った話じゃないですが、武器種ごとの相性差は結構大きいと思いますね。体験は一撃離脱が得意なので、もちろん相性がいいです。無敵すぎますねこの武器。さあ、早速最初のダウンが取れたな。これでひるむなら初撃は頭に入ってたのかも。で、ダウン中には確実に種が入れられるので、次のひるみがぐっと近づきます。そして怒ったので黒い風をまといましたね。こうなると近づくだけでリスクになります。そんな時はやはり先行に限る。落ちた隙に種が入れられるね。強種コンボですね。うまくはまるか。はまりました。種さんは2発くらいでひるみ取れそうです。ただ、流砂のせいで追撃は狙えなかったな。強ナギは後隙も大きいし。まあ、ダウンが取れて風は消えたので、地道に抜刀切りを入れていきましょう。ちょっと位置が微妙なので、できればマップ北側の平地に誘導したいところです。こいつ、たまにブレスボットになることあるからな。流砂の中心で連打しないといいけど。そうやって近づいてくれればいいんだよ。本当はもっと流砂から離れたいんですが、回り込まれるとすぐ足を取られてしまいます。確かに思いのほか流砂が近いな。ここはがっつりと北側に行くか。頼むからちゃんと追いかけてきてくれよ。とりあえずはついてきてくれてますね。結構両個体かもしれません。クシャルは個体による差が激しいからな。たまに飛んでばっかりの大外れを引くよ。さあクシャルくん、そこは流砂だ。ハンターは足を取られちゃうからこっちに来ておくれ。急にブレスと威嚇し始めましたね。ちょっと雲行きが。おい、何してん、ローラ。グラビアッシュみたいなムーブやめろ。流砂じゃなければ攻撃チャンスなのに。ようやく出てきてくれました。再度振り向きを狙います。よし、これは理想的な位置だ。強ためコンボが入るぞ。頭が小さい上に、左右によく動くので、ひるみ中の頭を狙うのは意外と慣れが必要ですね。テオは頭がでかくて狙いやすかったので、そこは対照的です。で、怒り移行すると、こうやって黒い風出ちゃうからね。起き上がり方向に入れるのも難しい。熟練ハンターは剣先を当てることで風圧を回避しつつ攻撃できるみたいだが。140クシャルの TA もそれは芸術的です。細かい立ち位置が絶妙なんですよね。我々も練習しとかないと。まずこの G 級個体をどうにかしないと。この竜巻ブレスの挙動、急激に左右にブレるのでまだ全然つかめてませんね。ほんと、クシャルは飛ばせておくのまずいな。先行はフルで持ち込もう。個体によるが全然降りてこないパターンもあるからな。飛ばれると柔らかい部位も殴れませんからね。時間ばっかりかかります。よし、先行ヒット。ここも強ためコンボ狙っちゃおう。タイミング的に先行後はこれでいいかもしれません。ちょうど起き上がりに強ナギが入ってますよ。いい感じだね。体力低いだろうし、思ったより苦労しなさそうかな。油断はしないようにお願いします。攻撃力はかなり高いみたいなので。さっきのブレス、何気にダメージやばかったね。大技はギリギリ2発耐えられるかどうかか。一回飛ばされると攻撃重ねられるのも怖いしな。慎重にいかないと。さ、チャンスです。あら、外れてしまいました。
頭の判定小さいですね。この買わされた SE、ここ最近毎回入ってんだけど、ダメチャンスを逃してる証拠だから反省しないと。まあ、動画的にはネタになって美味しいですけどね。SE、拾ってきてよかったです。お、いいぞ。こういう細かい攻撃の積み重ねが大事だ。しかし、切れ足が落ちてしまいましたね。エリチェンすぐできるので、研いできましょうか。いや、研魔術ついてるし、無理やり研げるっしょ。回数ランダムなので、あまり過信しない方が。あ、やべ、こっち向いた。言わんこっちゃない。危ない。ふう、なんとか助かった。よく当たらなかったな、今の。G 級仕様の竜巻ですが、移動するようになったおかげで回避できましたね。突進が4割くらい入ってたので、マジで落ちる寸前でしたよ。やっぱりモンハンは、ケチったり横着するのダメだね。こんだけプレイして、まだ気づくことがあるな。今のはただの慢心だったと思いますがね。基本、慢心と慎重を交互に繰り返しています。慣れた頃が一番危ないってよく言うしね。うまいプレイが続くと次が雑になるんだよな。こっちのプレイの質もあるけど、相手は常に変化してるからね。みんなしみじみ言われましても、今年でハンター歴20年なんですから落ち着いてください。一応、20年間で成長してるとは思うけどね。体力状況とかはだいぶシビアに見るようになったよ。これは 4G の影響でかいかもな。一撃がかなり重いからね。クシャルは移動しましたか。じゃあ追いかけて引き続き慎重に行きましょう。さて、移動してちょっと戦ったが、このエリア狭いから怖いな。竜巻出されると逃げるしかないですからね。広いマップでないとやりづらいです。お、しかし角が破壊できましたよ。これで黒い風はまとわなくなります。体力的にももうすぐだね。5針で角壊れるなら結構うまくいってるな。で、またエリア移動か。ここやりづらかったからこれも嬉しい。そういやこのクエ、サブタゲは尻尾切断でしたか。そちらも狙っていきたいですね。クシャルの尻尾、耐久値は低かったと思うけど、細くて当てづらいんだよね。しかし、ここなら降りてくるところ狙えるかな。ちょっとやってみよう。こちらに背を向けて降りてきてくれてますね。おお、一撃で切れました。ナイス切断です。これは気分がいいな。クシャル素材もいずれ必要になるだろうしな。クシャナ X 腰は言うまでもないとして、G 級クシャル武器も優秀なものが揃ってますね。肝心の体験やチャークは倍率が高くないので微妙な評価ですけど。氷属性武器として総中魂や太刀が優秀かな。特に太刀はハイスペックだね。星村区は太刀であるということですね。身も蓋もない言い方ですけど。それはそうなんだけどね。武器種内で優秀なことには違いないさ。しかし、このエリアに来てからよく吠えますね。一発殴るごとに方向してますよ。弱ったので思考ルーチンが変化したんでしょうか。クシャルって風圧に目が行きがちだけど、実は方向の使用頻度もかなり高いよね。4G に限らず、しょっちゅう立ち上がって方向してるイメージあるわ。さて、足を引きずったので休眠ですね。あとは寝起きためさんで終わるでしょう。ギリ10分超えたところか。なかなかいいペースだぞ。寝てる。じゃ、失礼するぞ。よし、OK。やっぱりアーティラート強いわ。この分なら素材集めもすんなりいけそうですね。いいデータが取れました。さてと、このままキークエ攻略してもいいんだが、最初に言った通り、今回は装備作りをしたいよ。そのためには、素材交換の解放クエをやらなきゃいけない。そっちも G さんにあるから、それをやっていこう。これがまた結構重めなクエストなんですよね。気合い入れていきますよ。さて、じゃあどんどん攻略していくぞ。まずはこれだ。天見るごとく食を見し。これは G 級ナバル素材の解放クエだね。ちなみに今回作ろうとしてる装備は蒸気になります。今の体験セットにそのまま刃術が加わる形だね。G3 攻略段階としては相当優秀なスキル構成だ。いわゆるカイザー X テンプレの構成とは違いますね。ゴスロスキルの代わりに耳栓が入る形になります。体験で行きたい相手は耳栓が欲しいことが多いので、今回の装備の方が汎用性が高いです。ネックとしては制作難度が高いというか面倒くさい点だね。まずヘリオス X とヤマトシンの解放にそれぞれ複数トークエをクリアする必要がある。そして腕の黒帯アームも別のベクトルで面倒です。こちらは闘技大会をこなす必要があります。激流王のコイン集めが特に面倒で、闘技場で2頭同時クエしか選択肢がないんですよね。
リオアッシュ夫婦か、グラビゲンシュアシュの2択なんだよね。装備が貧弱だから、ストレスがすごかったよ。リオ夫婦の方なんて、恐竜化するのに交流石なしだよ。法時代のクエだから仕方ないけどさ。それで、素材交換で作れる防具についても開放して終わりではありません。当然、交換素材に対応した素材をこちらが所持してないといけませんからね。素材交換で難易度が高いのは、ヘリオス X に使う廃反する衝撃輪かな。我々は前回のゴマ集会でたまたま拾ってたから、運よく苦労することはなかったよ。ブーストオアフォールに激輪使わなくて助かりましたね。武器種によっては激輪必要ですから。おい、何しれっと突っ込んでんだこいつ。ゴマがいないときは普通に小型が湧きますからね。リノプロくん、非常に命知らずです。オウナーシュも十分避けるべき相手に見えるけどな。古竜クラスの力でなければダメなのか。このクエスト、竜属性やら恐竜ウイルスやら、闇属性感がすごいですね。なお、同時でなく大連続クエストなので、オウガを倒すまではゴマが出現しません。MH4 になってからの大連続クエってちょっと存在意義怪しくないか。昔はハギ取りで回復薬が出たりして一風変わったクエスト群だったけど。ですね、ハギ取り素材も報酬も特に変化がないので、二等クエとの違いがよくわかりませんね。今回もクエストに出て目標を見るまで大連続だと気づきませんでした。一応体力とかはちゃんと複数仕様だからいいけどね。名前だけ残ってる印象を受ける。それでクエストの中身に触れますけど、G 級オウガーシをチャークでやるのは初ですね。そうだね、戦う機会は火の国だけだったしな。そっちは体験で片付けたね。チャークだとホーミング虫眼の対処が体験よりむずいから、いい狩り状態でなるべく削っておきたいな。あ、そういえば何気にブーストオアフォールの初陣です。デザートローズより攻撃倍率が60も上がっております。麻痺はないですが、ビンダメージがめちゃくちゃ上昇しているはずです。G 級全体で見ても、これ以上物理火力を持つ武器はそうそうないからね。切れ味もまともで、スロ1も完備してるし、汎用チャークとしてはかなり有用だと思う。さ、そしてモースタン2回目が入りましたね。リノプロに気をつけつつ削っていきます。リノプロが次々湧いてくるな。こいつ、吹き飛ばし攻撃ばっかりで厄介だよな。ファンゴと違って、突進以外にもボディープレスを使ってきますからね。頭が硬くて少し倒しづらいですし、小型の中でもだいぶ鬱陶しい部類だと思います。まあ、でも防具は優秀だから許してやろう。サンブレイクではお世話になったからな。リノプロ X の腕が優秀なんでしたっけね。砲術を目当てにするとよく引っかかってました。剥ぎ取り2回なので素材も集まりやすいし、そこはいいところです。そい。よし、いい点灯だ。流行をまとう前にこんだけ削れるのはいいぞ。体力も少ないでしょうしね。勢いで削り切りましょう。さあ、怒り状態になったが、普通に強くて困惑しているよ。何分経験不足なもので、G 級通常個体はノリと勢いで倒してましたからね。怒り状態でガチンコやると、どうしてもボロが出てしまいます。虫眼の挙動が未だにつかめてなくてね、当たったらめちゃくちゃ痛いし。回復一つとってもヒヤヒヤしてるよ。火怒りの感じからすると残り体力は少ない気がしますが、なんとか隙を見つけて殴りたいですよ。このお手は狙い目だな。さあ、もう終わってくれ。おお、終わった終わった。危ないところだった。火力でゴリ押してる感すごかったですが、武器作った甲斐あったということにしておきましょう。さて、あとは混沌ゴマだけですね。前回もチャークでやりましたし、サクッといきましょう。ゴマに対して混沌ゴマ武器は特攻とも言えるね。料理してあげましょうか。あ、いたいた。テクテク歩いてるぞ。歩いてる様子から悲壮感は伝わってきませんね。普段は意外とのんびり過ごせてるんでしょうか。なんか、こいつに関しては妙に親身になっちまうんだよな。設定とかを踏まえたものではあるけど、それだけ思い入れが強いのかな。ゲーム的に戦ってて楽しいし、武器は強いし、お気に入りなのは間違いないですね。4G に限らず、サンブレでは防具もお世話になりましたし。チャーク使いとしてはね、やっぱり強化奮闘で調子ぶっぱしたいもんね。後半はあればっかり使ってた覚えあるわ。あ、そうだ。ワイルズにゴマちゃん復活おめでとうございます。ゴマが出るってことはシャガルも濃厚だけど、混沌については五分五分だよね。出るとしてもアップデートか拡張コンテンツでの追加になりそう。ゴマっているだけで周りへの影響でかいですけど、ス
トーリー上での扱いはどうなるんでしょうね。サンブレイクではめちゃくちゃさらっと登場してましたが、一等ランサーが退治してる様子あったし、何かしら重要な役回りなんじゃないかな。もちろん、MH4 プレイヤーへのただのファンサービスって可能性もあるけどね。ワイルズの発売もいよいよ近づいてきましたね。あと2週間くらいですか。発売直前でベータテストやってくれて、さらに期待度が高まったよね。我々も 4G の動画投稿頑張りつつ、ワイルズもしっかり楽しみ尽くしたいよな。新モンスターに新武器、新スキル、それに加えて新フィールドですからね。遊び尽くすにはどれだけ時間がかかるか、想像もつきません。復活モンスターもたくさんいるみたいだし、彼らが最新機種上で動いてるのも早く見たいよな。クックとかグラビとか初期面中心かと思ってましたが、スキュラとゴマも公開されましたからね。案外、過去作から幅広く拾ってるのかも。未だに音沙汰がないのはトライ系列くらいか？期待筆頭はラギアだけど、ラギアどうかな？さすがに今回は出てくれると思ってるが。バーラハーラ君の挙動を見てる限り、どこに出てもなんとかなりそうですけどね。火の森くらいの水があれば、彼がいても何ら違和感ありません。モンハンクロスですでに陸に適応してたからな。もう陸上の苦手意識ないかもね。トライのラギアは水中以外だと超弱体化してたけど、今は普通に戦えそう。雑談してたら2回目のスタンが入りました。やはり混沌ゴマには邪悪ですね。ここで恐竜症を克服できたのも大きい。今、会心率 60% かな。こうなると斬撃の期待値もめちゃくちゃ上がるね。普段は会心マイナス 35% があるせいで、結構マイナス会心出るんですよね。恐竜症克服の有無でガラッと期待値が変わります。しかし、切れ味が落ちてるな。ここはエリチェンして体勢を立て直そう。さあ、あれから少し経ちまして、エリチェンしてきました。全体的に順調に進んでるので、間もなく倒せる感じがしています。こけたな。点灯式は短いので、根出1回だけ入れるよ。今、火怒りですね。怒り方向にもう一発入れられます。よっしゃ、くらえ。お疲れ様でした。なんだかんだ10分芯で終わりましたね。さて、これでナバル素材解禁だが、素材交換はまだ残っている。早速、次の交換素材を集めるとするか。彼と話すのも少し久々ですね。では、マイハウスに行きましょう。なるほど。ここに来て、激コブラージャンのお出ましってわけか。タフな相手だが、アーティならメイビー、楽勝なはずさ。体験でやるのはいいんですけど、そのグラさんどうしたんですか？釣れねえのブラザー、こいつは狩りの必需品だろう。誰がブラザーだ、ふざけてると勝ち割るぞ。冗談はここまでとして、いざ激コブラージャンだね。素材交換に必要なのは通常ラージャン素材だが、G 級ラージャンの出現はちょっと面倒でね。大連続以外に一応単体クエがあるんですが、画重種の種量数が合計80必要です。このデータでは全然届いてないので、美容師猫のクエはかなり貴重なんですよね。
だからこうして仕方なしん、依頼を聞いてるってわけさね。まだ微妙に引きずってるような。さあ、いたぞ。激高といっても単なるラー一等クエなんだが。このクエに関しては、初期位置の地形が最大の敵と言っていいな。ここは遺跡平原の中でもトップクラスに平坦な場所に乏しいですね。中央のオブジェクトを壊さない限り段差も多いので事故が多発します。それにしても小さいラージャンだな。降下中の腕に座れないか心配だ。サイズが小さいと腹下に潜る前に腕の判定もらったりしますからね。小さいのもメリットはありますが、基本的にある程度でかい方がやりやすいと思います。まあ、今更ラー一等程度、普通にやれば何ら問題ないけどね。ダメージ自体はめちゃくちゃでかいから、いつも以上に慎重にやっていこう。現状ではノウトウ術もありませんしね。ダウン後の攻撃も少し調整しないといけません。ノウトウからの抜刀タメさんは間に合わないでしょうね。それにしても、こうやってアーティでラーやってると、発売初期の頃を思い出すな。あの頃の最前線は間違いなくアーティだったよね。発掘武器のラインも最初の頃はアーティ超えかどうかで判断してた気がしますね。ログレギが注目されたのは GX ハンターが来てからだったと記憶してます。そう考えると意外とアーティラート天下って長かったか。マジのガチ勢の事情は知らんけど。と、いつの間にか体力やばいな。エリチェンして回復しとこ。さっきのテンプシー避けたと思いましたけどね。やはり体が小さい影響でしょうか。このクエの目的はラージャン素材だからな。あんまりぐだってられないぞ。あ、そうそう。素材交換の件ですが、交換の解放クエは別でやっておきました。G さんの春烈の岸辺にてというクエですね。これも大連続でした。これは相当面倒だったね。セルリとディアーシュが最初から恐竜化しててな。それぞれ7、8分かかったよ。で、3頭目に満を持して通常ラーが出てきますが、この子だけ3分で終わりました。恐竜化もしないし、ラージャンがぶっちぎりで一番弱かったです。かといって、あのクエでラー素材集める気にならんな。最初の2頭が面倒すぎる。さっきも触れましたが、大連続だからといって報酬面が良かったりとか特にないですからね。このクエは美容師猫のストーリーを進めてる場合、G3 に上がればすぐ受けられます。激コウラーもある程度素材は共通だからね。あんまり時間かかっても嫌だし、助かったわ。今回の装備更新はタコイチで手間かかりましたね。まだ終わってませんけど。その分、性能は折り紙付きだからね。当分は更新しないでいいくらいには強力だよ。なんといっても居合がついてるからね。面倒な連中にスタンが取れるのはでかい。このシリーズ、本編としては一応140ラーの討伐を目標としていますが、当然、そこに行き着くまでにはラージャン以外と戦うわけですしね。あ、一応言っとくけど、古文書の解放は全巻ちゃんとやるからね。それと、140ラーを討伐した後は、おまけ編としてイベクエも解放する予定だよ。最近、ちょこちょこシリーズでどこまでプレイするか質問いただくことがありましたね。基本的にはやれることは全部やるつもりでおります。育てれば探索用キャラにできますし。1プレイヤーとしても育ちきったキャラがいるとギルクエ保管とかで便利だからね。このシリーズ、まさに一石二鳥だよ。G3 に昇格していよいよ最終ランクとか言いましたが、ここからが本番ですね。いろいろとペースアップしてかねばなりません。身が入りますね。それにしても本編クリアまでイベクエなしの方向性は正解だったね。発売当時の環境を思い出せたりして我々としても楽しめてるよ。最終環境と比較すると不便なことも多いですが、逆にその不自由さが新鮮だったりします。今作ってる装備だって攻略中ならではですからね。最終環境だとどうしても匠と縁遠くなるからな。普段と違う防具を着れたりするのいいよね。匠と縁遠いのは体験くらいですが、黒帯アームなんて久々に作りますよね。我々、闘技大会は避けてきたからね。バイカ防具もイベント防具で賄えてたし。腕のバイカといえばソティアスのイメージありますね。イベクエ配信も比較的早かった気がします。マガジンピシャルのクエだよね。懐かしいな。MH4 といえばバイカ防具なところあるよね。一応、イベント抜きにしても全部に用意されてますからね。さて、クエストの方だけど5分経過してるな。感触的にはもうそろそろ終わりそうなんだが。削り優先で立ち回ってますからね。次の点灯でいけるでしょうか。とりあえず、ローリングの隙にタメさんいただきです。お、効果も解けてるね。これでいけるかな。
よし終わったぞ。5分台で行けたみたいだ。地形への対応が大変でしたが、所詮はラージャンといったところでしょうか。さあ、これで美容師猫の依頼は一段落です。早速報告してあげましょう。彼のスーパー、無事ウェイクアップするだろうか。ダメだ、涙は見せるな。ブラザーと約束したばかりだ。まだグラサン持ってたんか、はよ捨てろ。さあ、ともあれ、これで素材は揃いました。防具、作りに行きますよ。さ、あとはここにはめてと。よし、完成だ。ようやく揃いましたね。体験セットに居合術が追加されました。スタンによる攻撃機械の創出と、ノウトウ術による攻防一体のプレイができます。お守りが比較的まともなものとはいえ、G3 攻略段階でここまで組めるとはな。カイザー X だけでなく、他の部位の防具もかなり強力だね。新鎧玉の不足により黒帯アームが強化できず、防御力が上がりきらないのがネックですが。それでも650近くまでは上がるので、9大点ってとこですかね。よーし、じゃあこのパートの目的は達成だ。活躍は次回に回して、今回は締めようか。大変な回だった。裏の作業量としては過去一多かったんじゃないか。素材の解放クエとかバンバン切ってますからね。お疲れ様でした。でも、その分いい成果が得られたんじゃないですか。だね。アーティ装備としては完成形に近いな。次回以降もこれ使ってバンバン攻略していこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。